今回は水車、上術の水車という動きの中から、いくつか体の使い方のポイントをお伝えしたいと思います。そしてこの水車というのはですね、創成館河野義則先生が、この動作は水車と名付けられました。私は武術稽古を始めた当初から上術ではこの動きを研究して、学んでおります。私なりに、この稽古の中で得た気づきを、お伝えしていきたいと思いますので、興味のある方は河野先生の動画でご紹介されている水車を調べられたり、ご自身で、研究されるとよろしいかと思います。それでは始めてさせていただきます。まず水車は杖の真ん中を下から持ち、そのまま上に上げて、右手の場合は左回りに回転してスッと脇に飛び込ませていきます。でまずは姿勢のことから言いますと、こうなる人が最初は多いね。この手首の問題、リスト、このリスト、手首の問題があります。これをこちらに返せば肘がスッとここに入って肩がスッと落ちてくると。この手首の問題、それがどこでこうなるかと言いますと、これ回してここでこうなるとダメですから、ここでそのままここにスッと入ってくると、そうなります。続いて次は肩がこうならないように、これはよくありません。こうまっすぐにしてしまうと肩がこうなりますので、上がってしまいますので、ここまででしょうね。これ以上入ると肩上がってきますから、ここで止めておくことです。ポジションパッとこれ止まります。それが2つ目で、3つ目はその足との連動です。手を入れて足を入れる、下げていくタイミングがどこにあるかということになりますと、一致させることです。基本的に私が稽古している中で大事にしていることは、動き始めと動き終わりを一致させることです。ですのでこの場合は動き終わりパッと手元がここに来た時には足がドンと来てないといけません。遅れてはダメですね。こうなってこれもダメだし、これもダメですから、手の動きと足の動きを揃える必要があるということです。でそれの流れをお伝えしていくと、まずは指関節、いきなり持ったところからギュッと回すのではなくて、こっちで見た方がいいか、ギュッと握って回すのではなくて、ここですね、このように回して、こいいトントントンと、この押し下げで押し下げていく。でそこで抜いて、この形ですね。この形になります。それを使ってのという動きになりますので、ギュッと力が入りません。こう優しくこのような形になります。そして手足の連動で指関節、手首、肘、肩、こう入ってきました。ここですね。この時の肩の動き、これに腰が動いていく。肩に腰が動き、足が動くと、トントントンとなる、トントントンというふうになりますから、それを感じながら、動いていくことです。自分のその足で動かすんではなくて、すっとこれに引っ張られること、それが動きの流れで、3つ目はですね、重心です。重心、これも良くない人は、よく起こりがちなこと、これ初心者に対することですが、動かした足に重心が偏ってしまう現象がよくあります。ですからこうなるね、頭がここにありますから、ここに重心がある。本当はこれはぐっとここになきゃいけない。頭の位置というのはセンターね、センターにパッ
ここに来る。はい。でこの重心が乱されるのは膝関節、膝が、均等に曲がってないといけない。これは字幕だね難しいと英語ではね。膝が均等に曲がるには、すっとこの時にぐーっとこれが伸びてはいけないということですね。これが伸びてはいけないですから、下がってもこの曲がり、カクッとこの曲がりと後ろ足の曲がりがだいたい同じ角度になっていると思います。ですから重心を乱すポイントというか原因として、両膝の曲がり角度に、違いが出ると、どちらかが曲がりすぎて伸びすぎてというふうになりますと、こうね、これも膝の角度によって重心が前に来てると、ここにあると。でこれをここに戻すには膝の角度で調整しないといけない。はい。でいちいちその自分の膝の曲がり角度を調べていくのは難しいかもしれない。もう一つその自分の重心位置を把握するには足の裏です。この足の裏、左右の足の裏、そこに自分の体重がどのようにかかっているかを知っておく必要がある。となるとパッと来た時に後ろ足の足の裏に体重が、これは後ろ足がかかってここが抜けてるなと、だいたいどのあたり、ここが前と後ろの体重のかかり具合が適切だと、それを感じることですね。パッとこうなった時に、そうするとだいたい膝の曲がり角っていうのは前と後ろの膝の曲がり角は同じになってくると思いますので、この水車を一つこう稽古しながら、手首のこと一つね、手首のこと二つ目が、この肩がこうならないようにスッと落ちること、この流れスッとで、三つ目にその重心後ろにこう行き過ぎないようにスッとこうになること、それをこの杖を使って稽古されると、それは水車に限らず他の動きで生きてくることはあると思います。はい。でこれを左右交互にやってみたいと思います。今は右手でやりました。センターを持ち右手でやりました。で左右交互に行う場合は両手を使いましょう。両手を使ってまっすぐ上げた位置、こうはならないね、こうはならない、ここにはあります。ここからまっすぐ上げた位置、はい、そこからこのような動きになります。ここが、両手を使って行う時のポイントです。このようにスッとここで肩がスッとこうなります。でよくない、間違ってやってしまうのはこういう感じですね。こういう感じではダメですよ。こういう感じはダメです。ここで切っていくと、この辺りで、続いてその後センターに手を持っていきます。中心に手を合わせて、そこで今度は反対に持っていく。もう一度この中心センターに持っていきます。こうは取りに行かないね。こういうふうにはしない。ここに対して入っていく。それに足を合わせる、一致させる。ここから一致させて、ここでパッパッ、これを使うわけね。手の張りを使う。中心に持ってきて、ここで左手に乗せてあげて、手の張りを使って回す。この力、ここでパッパッ、この力で押し出していく。はい。というのが、次の段階になっていくかと思いますが、難しくはなると思いますが、左右交互に水車を行う場合の、私のやり方です。はい。そして
もう一つ、体を作っていく稽古として腰を開きます。ぐっと開きます。はい、これで骨盤、刀を抜く時のこの腸骨筋といいますか、骨盤の開閉に必要な体使いを練っていくんですね。パッと。でこの時のポイントはかかとを上げないこと。足を取ってください。この時のポイントはかかとを上げないこと。こうならないように、これはダメです。そうならないようにかかとをつけたまま開いていきます。難しい人は歩幅を小さくしてちょっと引いてもらっていいですか。全体を取ってください。最初にかかとがどうしても上がってしまう人は歩幅を小さく取ってこのぐらいからやられるといいでしょう。でだんだん慣れてきます。体が覚えてきます。そうなると歩幅を徐々に開きながらこのぐらいであったりこのぐらいにあったり開いていきます。こう描くように開いていきます。こう直線的にはやらずにこう描くように開き、で腰と肩が一緒に連動して開いていきます。それに上の動きを、流れの元として合わせていきます。スッとこういうふうになっていきますので、それも稽古の中で、取り入れていかれると体ができてくると思います。はい、では、以上で今回の上術水車についての研究実技指導を終わります。はい、ありがとうございました。